カーリングアルメソッド挑戦中のみはるです。今日はディフューザーの使い方について、ご説明していきます。いくつか注意点もあるので、それも含めてご説明していきたいと思います。まず、このディフューザーをして乾かしますっていう時に注意していただきたいのが、自然乾燥で乾かす時よりもコンディショナーしっかりすることで、スタイリングする時に、ジェルつけていただく時もいつもより多くつけます。そうしないと、これをつけたといえど乾燥させて乾かすっていうことには変わりはないので、事前にきちっと髪の毛を保湿してあげるっていうことが一つ重要になってきます。で、実際につけていくとき、その暑さなんですけど、風の強さと、私のやつはゼロっていうのがオフの状態になって、でこれが風の強さが1、2ってあるんですけど、言うと本当に風弱か強かって本当に2段階だけです。で、この上の赤いところの1、2、3が風の暑さになってて、1が冷風で、2と3が温風になります。なので2が温風の弱で3が温風の強みたいなところですかね、これで言うと。で、今回はこの2温風の弱と、風の強さ弱でを中心に乾かしてます。で、ただやっぱり暑いのでずっとやってると髪の毛熱々になってくるので、この冷風の位置とうまく切り替えながら熱くなりすぎないようにだけは注意してもらえたらなと思います。で、乾かすとき、まず根元から乾かしていきます。で、このディフューザーの使い方っていうので、よくこう下から持ち上げてこう乾かすよっていうのを多分何かしらご覧になることあると思うんですけど、これはもう本当にこの辺だけが濡れてるとかいう時だけです。いきなり毛先から乾かしてしまうと、毛先って一番乾燥しやすい部分になるので、毛先は最後。根元を乾かす時にまたもう一つ、大事な注意事項が、これはディフューザーじゃなくて自然乾燥の時にも言えるんですけど、髪の毛がまだ乾く前の段階で髪の毛を触ってしまうと、せっかくしっかりジェルでコーティングされた髪の毛が触ってしまうことでジェルがまた手につくじゃないですか。で、ジェルが取れてしまって、で髪の毛また分離して乾燥して広がるっていうことになってしまうので、ご法度です。髪の毛が濡れてて乾ききるまでの間にやたらめったらこうやったりとか、こうガサガサガサってやって乾かそうとして、多分ブローしてた時してたわ。そういや今思い出したけど、ほんまや、1分でも早く乾かしたれと思ってガサガサってやってましたけど、そらパッサパサになりますね、今考えたら。なので、手で触らずにこう頭の上を浮かして、ちょっと髪の毛から離れたところから当てるようにして、まず最初根元から乾かしていきます。で、ディフューザーのこの先っちょも当てないようにしてください、濡れてる時はまだ。で、頭を結構動かしながら乾かします。ずっと正面向いて乾かしません。少し根元のボリューム出させるっていう意味でも、頭逆さまにして乾かしたり、あと頭右に傾けたり左に傾けたりとか、乾かす最中やりながらそれを繰り返して、根元をしっかり乾かしていきます。で、頭定期的に動かすのも大事なところで、頭逆さまにした状態
で最初から最後まで乾かすっていう人もたまにいるんですよ。でそれしちゃうと起き上がった時に髪の毛がもう本当に変な方向を向いてしまったりっていうこともあるので、鏡見ながら、こう右に傾けて根元乾かしたり、頭のてっぺんね乾かしてあげたり、こう髪の毛もこう動かしながら、やってもらえたらなと思います。しばらくしてくるとだいたい私の場合ですけど10分から15分ぐらい経ってくるとこうジェルでコーティングされた部分が髪の毛がちょっとカチッとしてくるんですね。乾いてきたよと。でそれを全体的にちょっとジェル固まってきたなーっていうのが確認できて初めてこのドライヤーをちょっと頭につけて、今回私それはあまりやらなかったんですけど、根元の方をしっかり乾かしたりしています。最後に毛先の方も乾かしていくんですけど、私の場合はこの動画でも今やってる通りボリュームやっぱり出したいので、私はまだ本当にこれは個人差あると思います。ボリューム出したくない人もいるし、出したい人もいるし、カールくっきりはっきりしたい人もいれば、ちょっと緩めのカールが好きな人もいると思うので、なのであくまでも私のケース、ボリューム出したい、もう少しカール出したいっていう上で、最後毛先から乾かしていく際にこのディフューザーに乗せて毛先をでこう持ち上げるように乾かしてます。全体的に頭傾けて、その下から重力に逆らって持ち上げて乾かすようにします。でこれすると、それこそ本当にボリューム欲しい人とか、カール欲しい人はこれでやってもらっていいと思います。反対にそうじゃないよっていう人は、普通に毛先を周りから攻めていく感じで乾かしてもらったらいいのかなと思います。わざわざこうする必要もないので、それは皆さんのねお好みでやってってもらいたいなと思います。私はもうこうやるのが好きなので常にこうやって乾かしますけど、で、しっかり本当にもう全部乾ききったっていうところまでやりきって完了になります。で最後乾ききった後に自然乾燥の後と一緒ですね。髪の毛根元に手入れてこうシャカシャカーっとほぐします。で周りとかもほぐしてあげて、で整えるっていうようなイメージですね。ちょっとボリューム戻したい時とかはこの作業をやることで髪の毛結構戻ってくるので便利です。というところで、以上がディフューザーでの乾かし方の流れになります。このディフューザーはもうカーリーガール最重要グッズの一つになりますので、ぜひこれはゲットしてもらいたいなと思います。でカーリーガール今最重要グッズの一つというふうにお話ししましたので、次回はじゃあ何があったらカーリーガールメソッド始めれるんですかっていうところの説明をさせてもらいます。やっとっていう感じで恐縮なんですけど、いろいろ私もこう今まで説明しながら内容頭の中いろいろまとめてきましたんで、こんだけあったらとりあえずギリギリ始められるよっていう、言ったらスターターキットですね。このカーリーガールメソッドスターターキットということで、ご案内していきたいなと思いますので、楽しみに、しておいてください。で、そう手作りの DIY のトリートメントのお話もね、またちょっと追ってぜひご紹介させてください。はい、それではまたね。何これよかったな。
とアボカド。